テキラダってジョンです。というわけでね、今回はね、レジェンドリーグからやっていきたいと思います。投げ飛ばしマッチョ編成ですね。今回はこちらの編成をやっていくんですが、あれ名前消されてんだけど。アーミー1になってる投げ飛ばしマッチョって名前に設定してたのに。まずはロイヤルチャンピオンのエレクトロブーツで削りを入れてというね、クランリーグのやってる編成と同じになってるので、そちら見てる方は想像しやすいかなと。早速やっていきたいと思います。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。兵器に関してなんですけど、ほぼほぼ10日弊社がランチャーにしてますし、そうしようって割と心がけてます。編成的に、なんだろうな。レジェンドリーグって30秒しかプラン時間がないので、プラン時間の短縮っていうところも兼ねて、あまりにもシューターが刺さりやすい場所があった時のみシューターを刺さるっていうマイルール。これマジレジェンドはね、結構そういうの大事なんで、プランの簡略化。ちょっとね、狭まっちゃうこともあるかもしれないんだけど、それでやってますと。若干嫌な、あれになっちゃったんだけど、ここは3次回収して終了です。で、インビジブルタワー2本があるっていうところでね、僕クイーンをジャイアントワールド採用してないので、このインビジブルタワーね、解除できないので、残念ながら地道に処理をしなきゃいけないというところですね。ランチャーとかだとね、この辺両方処理ができたりするんですけど、今回はランチャーではなく10日弊社のサイドカットの方がやや上回るかなって多分当時は考えたんですけど、ぶっちゃけ僕これね、ランチャーでもいい気するね、これね。ここ、6時側をね、結構綺麗に10日弊社とキングで削れたことで、投げ飛ばしマッチョがね、ファースト、いきなり内側に投げることができているので、内側に古文を生み出すことができているという状況でございます。で、ウォールブレッカーも投げていきまして、当然ここは穴消していくんですけど、はい。で、ジャンプ。で、キングの方がね、内側捕まるところで、くじ区画にも干渉してほしいので、能力発動で道を作りつつ、キングの能力でね、これ、サッカーボールを飛ばすことで、インビジブルタワーの解除っていうのを結構意識、インビジブルタワーの解除をするとき、そういうのを結構考えてるんですけど、そこが刺さりやすいポイントだったので打ちました。で、レイジ、で、ジャンプ、タウンホールを触れるようにしつつっていう状況で、ロイヤルチャンピオンの出し位置だけですね、あと考えるのは。邪魔なところ削ってっていうところで、外に広がらないように内側に絞っていく。この辺スーパーバーバリアンをまだ採用してなかった時なんですね。これ編成的にちょっとまだ改善をしてるんですよ、この後。バルキリーをね、この時は採用して、ルートライダーラッシュにバルキリー入るじゃないですか。同じノリでルートライダーじゃない、この、投げ飛ばしマッチョとね、バルキリーの一緒に動くことで強いんじゃねえのと思ってバルキリー採用した日なんですけど、スーパーバーバリアンの方が強かったな、普通に。ということで、この後、バルキリーを解除します。はい、スーパーバーバリアンに切りかかってますね、編成が。それで変えたから名前変わっちゃったのかな。1個なんか変えると更新入るみたいなのあるよね。これナビの配置かな気がしないでもない。大工にファイヤーボール打たれて爆アドみたいな話をした配置に似てるんで、ナビの配置の可能性がありますね。で、まずは上側をロイヤルチャンピオンで削ります。で、削った後にね、細かいところは考えます。大まかで考えとくんだけど、プランの段階で。削った後、形を見てからでも全然間に合うこともあるので、はい、ここで回収して、ほな、9時やなってことで、9時回収。9時回収、9時出して、穴開けまでしていく形になりました。ぶっちゃけ外一緒に流して、ここ、ジャイアントアローで見てもらおうかなって最初は考えてたんですけど、気分変わって穴開けたくなったんですよね、これ。やっぱ開けようと思って。で、まさかのインビジブルとポイズンの順番を間違えた結果、いきなりシングル IT をたげれるいいし、いいあれに見えるよね、これ。いいインビジブルに見えるんですけど、普通にミスですと。どっちか1個でいいからね。これね、インビジブルだけでスケルトン打ってなかったらね、これ狙ったんですよってまだね、言い張ることできたんですけど、これスケルトンをね、打ってしまったので、ちょっとこれ狙ってないミスってバレちゃうのでね、正直にミスって言いました。はい。どう見てもミスですね。
で、6時透過弊社と角度変えてキングっていうところで、こいつのターゲットがキングに入らないでほしいなっていうところが、結構ね、強いんでね、この単体に対して。キングに被弾が入らないようにしてあげました。でこのタウンホールをね、内側から取れるのが最強なんで、このユニットの。ボム読みトームなんだけど、ちょっと距離が遠かった。まあ結局ボムのダメージは受けずに、はい、タウンホール打つことができるところでレイジを置いてあげます。強い。一応ね、シングル IT 触れるように、キング穴開けしたんだけど、それよりも本体の進みの方が早くて、内側で取ることができちゃいました、ここ。で、ロイヤルチャンピオン、出しどこ難しいですね。まあ、余裕すぎて難しいっていう感じなんだけど。はい、展開して、まあ戻りす。まあ裏から大工スタートでもよかったんですけど。で、ボールだけ飛ばしてフィニッシュ。まあ強いね。編成の能力が強いね。さあ続けて。これはもう必要最低限のインビジブルを打った回だったと思うんですけど、9時シングル IT まで削って終わりにしたはずですね。で、ランチャーセットしてたんですけど、これはさすがにランチャーじゃないと思いますが、どうでしょう。足す10日な気がするけど、他に変わってますね。9時削りを入れて、まあ、ランチャー刺さんないっすよね。ランチャー転がした時に、範囲ダメージで、なんかダメージが入る施設がかなり少ないっていうところで、今回は、僕は弊社の方が強いという判断で、そうやって見た時にシューター刺さるかなと思うと、クロスボウが各地に置いてあることによって、シューターも刺さんないですよね。なので、まあそう、おのずと透過弊社採用になるという形です。兵器の選択肢は基本ね、シューター以外は消去法っすよ。シューターだけ積極的に採用したいんだけど、刺さんないならっていう理由で別のに変わるんだけど、でここもね、初手のターゲットをこうして、龍炎砲とかにね、してあげることで、まあ、外周部削るみたいなことをやってたんですけど、射程が長すぎるあまりついてこなくて、まさかの壁打ちを開始するっていうね、ここ。本体合流して6時進める、かなりいい展開作れたなと思ったらね、もうなーっていう。で、しかもこれ、古文にヒーラーついてそっち行っちゃったんだよね。これちょっと内側っていうのも、やりすぎも良くないのかな。どうなんだろうね。ヒーラー奪って、走ってっちゃった。で、ここはスケルトンチャイはロイヤルチャンピオンクイーン対面を作りつつ、トム内側じゃないの、こっち側。これ両サイド広がったんで、両サイドしっかり見ていくような形をとって、で、残してたんで、逆走したのを見てどうしよう、一体だけ手元に残しとくかと思って残したやつで、古文をロイヤルチャンピオンの前に投げてる感じですね。はい。で、確かそうだね。インビジブル使ってここのガゴプリとシングル IT も触れるんで、そこも見ていこうっていうところ。ターゲットも入ってないんでと思ったんだけど、ここ、なるほど、そっちからのダメージ入ってたんか。あれ落ちてると思って。対戦攻めてる時に気づかなかったんでね。シングル IT のターゲがこっち向いてないから、死なないなーとか思って見てたんですけど。そこね、超団体砲から撃たれてたんね。はいはい。で、まあ、クイーンも、ロイちゃんも能力残ってるので、これでフィニッシュ。外周流れたマッチョくんも有効活用できたかな。最後残してたやつか、これは。さあ続けて、これはランチャー刺した回だと思うんですけど、まあこういう配置がやっぱね、ランチャー刺さりやすいですよね。タウンホール反対、ランチャールートに防衛施設が綺麗に並んでいるみたいな感じになるので、で、9時からロイちゃん投げていくんですけど、非常に刺さりやすそうですよね、一直線。まあ、9時のこの辺、内側を削ることができれば、12時からやや右側の内側にかけて、動かせば、相当ユニット強いよね、みたいなのが今回のプランニングです。はい。いや、マジでこれ、長弾隠して、それインビジブル。ちょっと、最悪だな、今のインビジブル。ここでようやく動かしてくれたんだけど、1個目マジで良くないな、今の。はい。内側まで入って、シングル IT は降りたいね。素晴らしい。
投石は、はい、見た今のアーチャー置いとこうと思ったら失敗しました。リターンの呪文登場ということでね。何してんのこの人。地獄の始まりです。ロイヤルチャンピオンなくなっちゃいました。今ね、援軍が出たので、ハブる1かつ外に引っ張るっていう意味でアーチャーを出したんですけど、リターンの呪文を持ってたところからアーチャーに切り替わってなくてこういうことになってしまったっていう状況ですね。最悪です、マジで。何よ、これ。で、覚悟変えてランチャーキング。ちょっとね、対空砲があるところだったんで、ベビドラサイドカットもできなかったんで、ここスーパーバーバリアンカット入れればよかったですね。キング、外で流れちゃいます。これはプラン外、非常に嫌だ。で、ここも1体だけ後出しで出したマッチョくんに、ほら、まだね、こいつ古文生み出すことができるんで、強いですよ。しゃあないなってことで、キング能力解放で道を作りました。で、内側の方はね、ランチャーに道を作っていただきましょう。いいですね。綺麗に。中央、貫通ができています。で、HP も高いんでね、かなりギリギリまでトームを貯めて良いというところ。これはクイーンの HP の方が先に危なくなったので、トームを合わせていくような状況ですね。で、ジャンプを、迷ったんだけど、さすがに打つかってことで、内側打って、クローク発動。ヒーラーがたげられてるんで、ここ裏からベビドラたげて、空の回収しつつっていうところですね。空たげと回収しつつ。あとは流れで全開という形で終了。あれロイヤルチャンピオンリターンしなくてもよかったくねっていう形になるので、相当余力あったかな、本来。これもね、中央がインビジブルタワーというところで、ランチャーを無理くり刺していきました。ちょっとね、どうアプローチするか迷ったんだけど、外周部を削って、ランチャー、インビジブルタワー解除しつつ真ん中突っ込むっていうやり方で今回はやっていきます。遅い。はい。いいっすね。ここはもうできるだけオーラがかかる位置から始めたろうというところで、こういう削りを始めていきますと。当然インビジブルかけて、これ9時の方に行ってほしいんですけど、しっかり戻ってくれましたね。ちょっと早かったね、インビジブル気持ち。ぶっちゃけこのクロスボウ壊れなくてもよかった位置なんで、はい。レイジジェムもあるので、クイーンとウォーデン、こういう風にやるときはもう、ウォーデン出し毒ですね。で、ヒーラーも出し毒なんで出して、ホーミングチェックのバルーン、タイタン展開、リクスケケア。この辺スケルトン出してからのマッチョスタート。で、外周、キングベビドラサイドカット、ランチャー転がして、キングの方が内側ウォーデンからターゲット入るので、ウォールブレーカーつけてあげて、ストライカーも添えて、真ん中の方は、インビジブルターの解除をランチャーでしてもらって、はい。で、ここ、綺麗に穴が開いて内側入って、トームがまだあるような状況で、ここはトームを使っていきます。いいですね。かなり綺麗に進むことができて、レイジ置いて、射程が長いんでね、ヒーラーと同じような位置にレイジがかけれるので、この辺もね、レイジの位置っていうのは結構大事なんですけど、若干深めに、多めでもいい。多めっていう表現がいいかな。かけてあげると。で、外周かけてたキングの方が進んでくれている3時側。一応奥につなぐようなジャンプを使うことで、向かってねっていうような形を作っていきました。援軍終点でも全然ポイズン持ってきてるんで、刺さりやすいよねっていうところで、相当刺さりましたね。あとはもうロイちゃん使わずに、今回もね、前回取れそうなぐらい余力があるんですけど、しっかり裏から使って、フリーズも余裕があるので、2枚、おのおの使ってあげて、
やっぱね、これ、やっぱヒーローと当たるところが困るポイントかな。攻撃速度も速いわけではないんで、HP 高いけど、相手のヒーローが弱点になってくるので、そこはケアしてあげる必要があるので、フリーズ採用です。はい、というわけでね、本日ラストにしていきたいと思います。これもランチャー使ったんですけど、ランチャー刺さりやすそうな真ん中エリア。まあ、真ん中突撃艦イエティとかも刺さりそうですよね。まあ、そういったところをランチャー刺さりやすいので、イエティクローン真ん中とかぶっ刺したら強そうだね。3時削っていきます。相当強いですからね、これ3時削り。で、対空砲隠すことでオーラだけね、入れてあげて、ダメージ内側へ。これ大事。で、1個スキップね、ここ絶対。そうよ。はい。オーラダメージ。なんならもう1個スキップするの考えてよかったかも。もうクイーン展開していいね、これ3時。ベビドラ使って。ちょっとね、まだどこからやるか迷ってたところもあったんだけど。クイーン3時展開でよかったな、これは。まあでもこれタイミングとかね、いろいろ把握してて、非常にいい形で、はい。ロイヤルチャンピオンパートは、パーフェクトじゃないですかね。3時内側をきれいに削ることができました。ボーデン出しとく。6時からキング展開、ウォールブレーカー、ランチャーとか、スーパーババリアンカットから入って、援軍はもうオーブン2体なので、そっちに打ちたいですね、ポイズンは。はい。ウォールブレーカー、ランチャー。一直線にね、しっかりここ、ダメージ入るように。で、ちょっと残してたマッチョも追加することで、古文を生み出してもらいます。マルチアーチャーターの竹取りっていうところも兼ねてますね。で、内側、ちょっとね、龍炎砲とかこの辺の攻撃が入り続けたので、トームは吐かされた形になります。痛いね。なので、フリーズをかけて延命。オーデンは落とされましたが、というところ。クイーンも能力発動して、内側に戻っていただきます。まあ、レジターノったね、龍炎砲とかこの塊っていうのがこの配置で一番火力の高いところになってくるので、まあ、裏には一応モノリスタンホールっていうのはあるんだけど、まあ、やっぱ、レイジタープラスのこの辺のマルチ系のね、施設が固まってる方がさすがに高いんで、そこにフリーズを割いていく。まあ、一番火力の高いところね。で、ここちょっとね、キングの能力を残したいんですよ。さっきも言ったんですけど、このインビジブルターンの解除をサッカーボールでやりたいんですよね。かつ、穴開けもここやりたいんですよ、一緒に。はい。なので、ここ内側も穴開け合流できる。かつ、インビジブルターン解除のための能力をここまで温存してました。で、まだロイヤルチャンピオン残ってるっていうところでね。本当にね、リターンしなくていいぐらいの余力が出るっすね。この編成強すぎて。はい。これで全開になります。ガーサス。はい、というわけでね、今日はこんな感じでやっていきました。余裕ですね。非常に強い、編成が強い。期間限定ユニットにね、嫌悪感を持つ人もたくさんいるのはわかりますし、僕もね、昔はそうだったんですけど、選手の時代とかは、意外と最近なんかこういうお手軽編成、楽に全開取れて、今はね、ラッキー、楽やなとか思ってるんだけど、なんだかんだ結局ゴーストとかも使うからね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。またお願いしましょう。さよなら。